どうも皆さんこんにちは、ハラカンタです。現在はバングラデシュの首都ダッカに来ています。かつて世界最貧国と呼ばれていたバングラデシュですが、近年は急速な経済成長を遂げ、ここダッカは世界でも有数の人口密度を誇る大都市として活気にあふれています。その一方、急激な成長の裏側では富裕層と貧困層の間で格差が広がっています。特にその影響を強く受けているのが貧しい家庭で暮らす子供たち、中でも少女たちです。彼女たちが直面している深刻な問題が児童婚。児童婚とは18歳未満の子供が自分の意思とは関係なく結婚させられてしまうことを指します。今回は世界最大級の国際 NGO ワールドビジョンの協力のもと、児童婚の実態に迫りながら、その背景にある貧困や社会の仕組みに目を向けていきたいと思います。ユージンさん、今日はよろしくお願いします。今私たちがいるこのエリアはどういった場所でしょうか？ここはダッカの中でもミルプールと言われる地域でして、成長著しいダッカの中で本当に多くの人が住んでいる、今開発がすごい進んでいる地域です。ここには日本政府が作ったメトロもあるぐらい産業が発展してきている場所なんですけれども、その中でも我々が今立っているこの場所は道路一つ挟んで、英語で言うとインフォーマルセトルメントといって、正式に人が住む場所じゃない地域、非公式居住地区と言われる、スラムと言われる地域ですね。いわゆるで、特に貧困層の人たちが安いレントで暮らしているような地域になります。今我々のすぐ後ろにもものすごいゴミがありますけれども、これは現地の人たちが捨てているようなゴミがこういう場所に集まっている。そうですね。ここがこの地域のゴミ捨て場みたいなところになっていて、誰も掃除をあんまりしていないようななるほどなるほど、やっぱこういう地域だとゴミ回収とかも十分には行われていないんですかね？そうですね。政府は特に JICA とか日本政府とかの支援で、正式な居住地ではゴミ収集の支援をしてますけれども、インフォーマルな場所ということで、なかなか政府とか海外のそういう政府系の支援が入りにくい場所にはなっています。ここに暮らしている女の子で、実際に児童婚をさせられたっていう女の子のご家庭に今から向かうっていうことですね。そうですね、はい、特に貧困の問題などで児童婚を経験してしまったそういう女の子をこれから見に行ければと思います。はい、わかりました。じゃあ今日はそのご家庭をちょっとご案内していただけるということで、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今ここでオープニングを撮影していたら、バングラデシュの子供たちがすっごい集まってきました。僕ね、バングラデシュ来るのはね4回目なんですけれども、これ撮影していると、アスサラムライクン、アッサラムライクン、アマルナームカンタ、オッケーオッケー、イエス。ちょっと映るかな。はい、イエーイ。クラブの子供たちだけど、すごいみんな元気ですね。ハロー、アスサラムライクン。この辺りにね暮らしているクシちゃんという12歳の女の子が実際に児童婚を経験させられたということで、到着かな。お話を聞いていこうと思います。 Thank you so much。何歳の時にどんな人と結婚しましたか？আমার বিয়ে যে শুরু করেছিলাম 12 থেকে 13 বছর। আর উনি খরচ করার পরে বাবু যখন 2 মাসের 私、結婚した時12から13歳だった。お母さんが決めた結婚ですから、彼のことをよく前もって知らなかった。ですからこの子は2ヶ月の時、お腹にできて2ヶ月の時、彼また私たちのことを捨てられて帰ったんですよ。どっかに失踪しちゃったってことですか？どっかに行っちゃったってことですね。そう、旦那さんどっかに今抱えている子供が2ヶ月の。旦那さん何歳上だったのかって聞いてもらえますか？তোমার হাজবেন্ডের বয়স কত? বিয়ে প্রায় 6 বছর হয়েছে। 旦那さんは私結婚した時19歳だったんですよ。じゃあ7個上だったってことですね。そう、7歳上かったんですね。結婚した時どんな気持ちでしたか？একটুও ভালো না। বিয়ের জন্য তো রাজি ছিলাম না, কারণ বাবা ছিল না আমাদের ঘরে সংসার চালানোর কেউ। আম্মুইお母さんが結婚決めた後、私
分かったらすごい嫌だった。今結婚しないって反対したんだけど、でも無理やり結婚させて、私たち兄弟が3人だったから、お母さんが家族生活が辛かった。でそれでお母さんは、私のこと結婚させたんだけど、でもすごい嫌だった。結婚した後生活はどんな風に変わりましたか？পরিবর্তন তো আসে নাই, একটু মনে করেন যা ছিলাম এই যে এখন একটু大変だったんです。今でも大変ですけど、最初夫婦生活をした時喧嘩ばっかりだったんですよ。とても悪い生活、とても厳しい生活だったんです。当時12歳で結婚した相手が19歳の男性って言ってましたけど、夫婦生活の中で何が一番大変でしたか？আচ্ছা, আরেকটা জিনিস হলো যে এই যে বললা যে 4 বছর সংসার, এই যে বাবু যে 2 মাস পেটে ছিল, তখন আমার লগে অনেক ঝগড়া মারামারি ওই পেটে ছিল. その4年間の夫婦生活で一番辛かったのは、最初の子お腹にできた後、旦那さんがこれ私の子じゃないですよって言われて、そこがとっても辛かった。私が中絶しろって言われたんですね。でそれで私、じゃああなたの子供を私のお腹じゃなかったら、私あなたと夫婦生活しませんよと言って、でお母さんの方に戻ってきた。あの時が一番辛かったんです。今はどのように生計を立てていますか？ আম্মু আছে এখন, আম্মু চালাই যেতেছে. আমি বাসা বাড়িতে কাম করে ঠোঙ্গা বানাই দিই. 今お母さん一緒にいるし、私もやっぱり人のうちにメイドさんの仕事をやったりする。あとは紙袋を作ってたりとかするから苦しいけど、なんとなく生活してます。お母さんなかったら私できなかったよ、絶対この2人の子供を育てるのは。メイドの仕事とか紙袋を作るっていう仕事で1ヶ月にどれぐらい収入がありますか？ ওখানে এক জায়গায় কাপড় ধুয়ে এক বাসায়, আর এক বাসায় কাপড় ধোয়ার ঘর. はい、1ヶ月で4000高稼げるの、両方の仕事だとね。今後どんな風に生きていきたいと思っていますか？ ভবিষ্যতে কাজ কাম করে নিজের একটা ঘর করতে হবে না, ঘর করে তারপরে যে কোনো একটা করা যায়. 今は、このうち借りてるから3500高払ってます。で将来はこういう仕事をしながら子供たちの将来を見ないといけないから、子供たちの方に中心にして走っています。なぜクスちゃんを12歳で結婚させることにしたんでしょうか？ মানে সংসারে কষ্ট, কাজকর্ম করতে পারে না, যাওয়ারে লেখাপড়া করাইতাম, সংসার চলে না, পোলা পাইছে আর মা, আমরা বাধা দিছিলাম. 12歳で結婚させた理由は、やっぱりこの子のお母さん小さかったから、子供たちだからやっていけない、生活費が辛かった、大きい娘だから結婚させて一人でも減らした方がいいんじゃないかという気分で結婚させたんですよ。結婚した後生活や彼女の様子に変化はありましたか？ জি না, খারাপ হয়েছে. বিয়ে দেওয়ার পরে বরঞ্চ খারাপ হয়েছে, কারণ স্বামী ঠিক না. はい、結婚させた時はいいかなと思ってね、一人でも減らして生活ちょっと良くなるかなと。でもやっぱりダメだった。なんでかっていうと、結婚した相手があまりいい人じゃなかったし、赤ちゃんお腹の中にいた時彼逃げたから、逆に生活に子供と家族が浮きになってしまって、逆に生活が大変だった。逆に生活が大変になってしまった。クスちゃんを12歳で結婚させたという当時の判断について今はどのように感じていますか？ হ্যাঁ, ভুল তো অবশ্যই করছে ওর মা. ওই যে বিয়া দিতে বাধা দিছিলাম, সে মানে নাই, কইছে না. これね、失敗した、間違えました。こんな若い時結婚さすのは良くないです。失敗したんです。生活暗くなったし、この子の縫製工場で働けばいい生活できたのに、それができなかったし、この子が今辛いことに当たってるのは私たちの失敗、親の判断の失敗だ。親の判断の失敗です。今クスちゃんが家の中でね、この紙をこう丸めて紙袋を作るっていう内職をしているところです。でこの紙袋っていうのは、いろんなお店にね、食料品屋さんとかいろんなこうお店があるんですけど、そういう場所でお客さんが商品を買ったらこう中に入れるっていう、そういうこうショッピングバッグとしてお店にね買い取ってもらえるらしいんですけど、これ5000個作って500高稼げるみたいです。なので日本円にすると大体500高っていうと600円ちょっとかな。これを5000回折って600円もらえる。で1日やって
て、大体1000個ぐらい作れるんで、5日で600円ぐらいこの仕事、この内職ですねから稼いでいるみたいです。彼女に関してはね、メイドさんの仕事もしているので、そっちの収入が主にメインなんじゃないかなとは思うんですけど、12歳の頃からね多分結婚してるんで、多分小さい頃からこの仕事やってると思うんですけど、それからね弟さんもまだすごいちっちゃいんですけど、弟さんもお姉ちゃんの前で仕事を手伝っていて、もうこういう仕事を何時間も続けて1日で1000個折ってそれを5日続けて600円稼ぐ、そういう仕事をして生計を立てているみたいです。クシちゃんのように幼い年齢で結婚させられるっていう女の子はバングラデシュにどれくらいいるんですかね。バングラデシュのその結婚に適した年齢の女性の中でですね、国連とかのデータによると半分近くの女性が18歳未満で結婚しているというデータが出ていて、以前はもっと高かったんですけど、減ってきてはいるけどかなりスローに減ってるという状況です。実際これまでバングラデシュで活動されてきた中で、そういう幼い年齢で母親になったとか、幼い年齢で結婚したっていう子供を見かけたことはありますか。18歳と17歳の女の子でもうすでに子供が2人いるとかよくありますね。そうするともう結婚してるのはもう14歳15歳って可能性もあるってことですか。そうですね、学校も行けなくなってしまってっていう子が特に田舎の方ではよく見られるかなと思います。今日はおばあちゃんに、ちょっとお母さんがね今仕事をしているってことで、ちょっとお母さんに直接話を聞けなかったのでおばあちゃんに話聞きましたけど、やっぱり話を聞いてると親が自分の娘を嫁がせようとするっていうケースがやっぱ多いんですかね。そうですね、基本は親同士でっていうところと、あとはそのコミュニティの中で、みんなよく知っている相手なので、その中で誰かがつなげたりとかする形で、当事者の女の子自身には選択権がないっていうことですよね。クシちゃんもなんかその相手がどんな人か知らなかったって言ってました、その時に初めて会うという形ですけど、僕がやっぱり現場で見て思うのは、そのお母さんたちも決して子供のことを何とも思わずにやっているというよりは、彼女たちもいろんなプレッシャーの中でそういう選択をせざるを得ないという状況があるかなと思います。生活が苦しいから言い方を選ばずに言うと口減らしのために娘を嫁がせたり、あとはその娘が生活で苦しまなくていいように早めに結婚させるっていう考えもある。そうですね、苦しいのに家族のメンバーが多いとそれだけもっとお金がかかるというところで、まずは自分たちの家族としての経済的状況から脱したいというプレッシャー、そしてその女の子がもしいい相手と出会って結婚できたらその女の子も幸せになるんじゃないかっていう、そういう気持ちもありますし、一つ南アジアの特徴でダウリーっていう結婚持参金ですよね。持参金、それがバングラデシュの場合は、女性の方が花婿に払わないといけないというのがあるんですけれども、若い女性だと払うお金が少なくて済むというか、言い方はすごい悪いですけど市場価値が高いというか。なるほど。で年を取れば取るほどなかなか受け取ってくれる男性がいないっていうところで、もっとお金を払わないと嫁がせれないっていうところで、やっぱり早く出す方が楽だっていうことを考えてる親が多いみたいですね。こういった幼くして結婚する児童婚は子供とかバングラデシュの社会にどういった影響を与えてしまうんですか。まずは児童婚をした本人、女の子ですよね。子供を産んだからといって、それでずっと家にいるわけではなくてですね、やっぱりスラムで働いている家族というのはただでさえ貧困なので、子供も親もみんな日中働きに行って家族で集まるという時間が少ない家庭が多いんですね。それだけやっぱ切迫した状況で住んでいると、子供産んだってことは学校に戻れないので、ちょっと経ったらもうすぐ働き始めると、そういうふうに家族がずっと同じような形になっていって、貧困の連鎖が生まれていって、そこからなかなか逃れるチャンスが少なくなってしまいます。あとさっき聞いていて思ったんですけど、クシちゃん自身が今17歳で、結婚して、12歳からこれまでの5年間とかをずっと親として過ごしてると、子供時代が失われてしまうなっていうふうに感じたんですけど。クシちゃんも17歳です。10代で大人びてしまったというか、自分の子供のことを考えないといけないというところで、本当は10代の時ってすごいいろんな夢を持ったりとか、将来こうなりたいって思う時期だと思うんですけど、児童婚した子に夢を聞くと、自分の夢というよりは自分の子供の夢、子供には同じような目にあってほしくないとか、子供には教育をしっかり受けてほしいとか、で自分のことはもうまだ若いのに、まだまだこれからなのにあまり考えれなくなって夢がない状態、いかに自分の子供をここからどう育ててあげるかということばかりを考えてしまうというのがすごく残念な状況かなと思います。児童婚の背景には経済的な貧困が根底にあります。さらに教育の機会の乏しさや親世代の意識や価値観も大きな要因です。こうした課題は首都ダッカのような都市部よりも農村部でより深刻だとされています。そこで今回ダッカから来
北へ約300キロ離れた農村地域、ワールドビジョンが支援活動を行っているイスラムプールを訪れ、農村で暮らす人々の現実に目を向けてみることにしました。今ダッカから田舎のイスラムプールに向かってますけど、やっぱり児童婚のような問題っていうのは都市部のダッカよりも田舎の方が深刻なんですか？そうですね。田舎の方は児童婚の問題は特に激しいです。なんでかっていうと、田舎の方はね、宗教のこともあるし、貧困のこともあるし、親としては早く結婚させると生活はちょっとでも楽じゃないかな。一人の生活費がなくなるから。それが一つと、もう一つはイスラム教ではね、大人になるとやっぱり親がすごい考えるんですよね。例えば誰かと愛してで失敗したりすると、普通の結婚はものすごい厳しくなってしまう。社会の迷惑になってしまう。親までよ、その問題かかるから。ですから親がね、心配かけてできるだけいい家庭を見つけて早く結婚させた方がいいでしょうと思って、早く結婚させるケースが大きい町より多くなっております。自由に恋愛しちゃうとこう変な人に当たっちゃうかもしれないみたいな心配をするから、親ができる限り早く相手を決めて結婚させるってことですかね？そうですね。親がね、失敗する前に、でもああいったお見合い結婚って言うんだけど、お見合い結婚はやっぱり親がいろいろ見るんですよ。相手の方はどういう家庭かちゃんと生活できるか、悪い癖とかあるのか、ああいういろいろ聞くんですよ。でまたは名字の関係もあるから、ああいういろいろ見てしっかりしたとこを決めていくから失敗しなさそうという。恋愛結婚の場合はやっぱり親が心配してるのはどういう人を見つけてしまうか、あの子はそこまで考えてないから、ね、どういう人とかで、まだ若いからとりあえず誰でもいいからという心配するよりお見合い結婚の方がいいんじゃないかなという。じゃあその恋愛をするような年齢になる前に早めに結婚させちゃおうって考える親がいる。そうですね、そうですね。さあ今ですね、バングラデシュの首都ダッカから北に向かって約8時間車で移動をしてきたイスラムプールという田舎の方にやってきました。すでにねお話をしたように、ダッカのような都心部と比べてもこういった田舎の方が児童婚、チャイルドメアレッジがですねより深刻な状況があるみたいです。今回ですね、ワールドビジョンが支援をしたことで児童婚させられそうになっていたけれども、そこから助け出されたっていう女の子がいるみたいですので、実際にですねちょっとインタビューを通じて当時どういう状況だったのか、そして今どういう生活をしているのかについて話を聞いていこうと思います。2年前に結婚をさせられそうになったっていうふうに聞いたんですけど、その時の状況について教えていただけますか？এটা একটা ঘটক দিয়েছিল, মানে আমাদের ধর্মীয় নেতা, ওনাকে ঘটক বলা হয়। 近所の人からおじいさんおばあさんにプロポーズしたんです。おじいさんおばあさんも理解したんです。おじいさんおばあさんから私にその話をしたら、私ものすごいがっかりしちゃって、なんでという思ってしまって、どうしようもないと思ってショゾルさんのことを思い出して、でショゾルさんのところ行って相談したら、ショゾルさんもおじいさんおばあさんのところに来て彼らに理解させるためにいろいろ話して、理解させるっていうのはその児童婚がダメだっていう問題だっていうことをワールドビジョンのスタッフが理解させたってことですか？はい、おじいさんおばあさんに話して結婚を止めてた。おじいさんおばあさんはなんでこういうなったか、彼のプロポーズで私結婚させると思ったか、経済問題だったと思います。経済問題で投資になってるし、そろそろ私生きてる間に結婚させた方が安全でしょと思っていたんですけども、でもショゾルさんのところから、この子は仕事して稼げればいいでしょ、この子の分はこの子は稼いだら経済問題にあまり当たらないでしょというのもその時話して、でそれでおじいさんおばあさんは理解させたんです。お父さんとお母さんは今ご健在なんでしょうか？না, আব্বু তো মারা গেছে মানে 5 বছর আগে 2020 সালে, আর
আব্বু মারা যাওয়ার私5歳の時お父さん亡くなった。でそしてお母さんいたんですけども、お母さんは今他のとこに住んでます。他のとこに結婚して。そうすると、これサディックさんに聞きたいんですけど、やっぱお父さんとお母さんがいないから経済的に大変で、おじいさんも年を取ってもしかしたら近いうちに亡くなっちゃうかもしれないということで、おじいさんがやっぱり心配して、ある意味心配して結婚させようとしたっていう感じなんですかね。そういうことですね。さっきもちょっとお話ししたんですが、お父さん亡くなったでしょ。お母さんは他の家庭作って他のとこ行ったら、この子一人っ子になっちゃったじゃない。でおじいさんおばあさんのとこを住みながら生活をして、このおじいさんおばあさんも生活大変だったから、おじいさんも年配の人ですから、彼もやっぱり生きてる間にこの子を結婚させた方が安全じゃないかなと思って結婚させるという考えてたんですよね。ワールドビジョンの職員のおかげで結婚しなくて済んだわけですけれども、それについてどう感じていますか。結婚しなくてよかったっていうふうにやっぱり感じていますか。এটাতে আমার বিয়েটা বন্ধ হওয়ার পরে আমার ভিতরেこれとっても良かったんです。ワールドビジョンなかったらもう大変だったと思います。その結婚止めた後、私のコンフィデンスがすごく強くなって、自分の力で立ち上げないといけないという自信を持って、でそして今は私一つミニスクールで先生の仕事をしてるから、その給料で自分の生活を今自分でできる立場になったんです。ご自身の周りで、友達とかでやっぱ若くして結婚した方とかはいますか。এই ধরনের মূলত যখন আমি ওয়ার্ল্ড ভিশনে শিশু ফোরামে ছিলাম।私今チャイルドクラブみたいな活動ちょっと関わっているんだけど、その前は周りはこういういっぱいあったんですよ。友達とかクラスメイトとか結婚させてる子はいたよ。だけどやっぱりそのチャイルドクラブに入ったらアーリーメリーズについてはいろいろ勉強して、これはいけないと、これは良くないと思った。今はこういうアーリーメリーズなるときは、私そこに行ってその子の親に理解させるようにいろんな話とかいろんな方に相談したりとかします。そうするとじゃあワールドビジョンの支援で助け出された子が今は助ける側に回ってるってことですよね。そうですね。そのチャイルドクラブでどういうことをやってるかお聞きしていいですか。বাড়িতে যায় উঠান বৈঠক করার মাধ্যমে গার্জিয়ানগুলোকে সচেতন।はい、私たちのこのチャイルドクラブの主な仕事はアーリーメリージを止めるためですが、私たちのアクティビティとして活動としては、女の子大人になった家庭に行って、で親に庭のところでミーティングアレンジして、で親呼んでアーリーメリージは良くないとか、ドラマティームとかあるから、でそのドラマティームをたまにそのイベントをアレンジしてドラマしたりとか、演劇ですよね。演劇やって演劇の活動やったりとかして、社会的に理解させるように頑張ってます。もし何かこの児童婚の問題について何かメッセージとかお考えがあれば聞きできます。সম্পর্কে যদি কিছু মেসেজ আকারে বলতে চাও ক্যামেরার সামনে। বাল্যবিবাহ হচ্ছে বিশেষ করে মেয়ে শিশুদের জন্য এমন একটিチャイルドメリーズは良くない。チャイルドメリーズしちゃうと、まず一つは学校行かなくなってしまう。2番目は自分の力が、自分のコンフィデンスがなくなってしまう。ですからやっぱり若い時の結婚ですから、自分がどういう生活になる考えなくなってしまう。だから非常に問題ですよ、それが。これから先どんな未来を描いてますか。আমি স্বপ্ন দেখি হচ্ছে আমার আশেপাশে যদি কোনো বাল্যবিবাহ হয় এগুলো প্রতিরোধ করার পাশাপাশি কোনো শিশু যখন ঝরে পড়ে, বিশেষ করে আমার অনেক খারাপ লাগে, আমি এগুলো প্রতিরোধ করতে চাই এবং পাশাপাশি আমি প্রফেসর হতে চাই, শিক্ষক, আমার ওই জ্ঞানটা সব শিশুর মধ্যে ছড়ায় দিতে চাই। আসসালামু আলাইকুম。今ですね撮影をしていたら、ここにいる女の子たちが近寄ってきてくれて、ここにいる女の子たちもみんなチャイルドメアレッジ、その児童婚のリスクが昔あった、児童婚させられそうになったっていう子供たちみたいで、ただ彼女たちもですね、そのワールドビジョンの支援とか啓発活動で児童婚をせずに済んで、今は学校に通っていて、先ほど出てきた子供クラブを通じて一緒にですね啓発活動をしてるっていう、そういうだから女の子がたくさんいるので、田舎の地域だと児童婚のリスクがね確かにあるっていうことを実感しますね。Thank you so much. どんどんバー Thank you。 先ほどレシマさんがチャイルドクラブ、その子供クラブのようなものを通じて児童婚の啓発活動をしているっていうふうに言ったんですけれども、ワールドビジョンはそういう児童婚を防止するために啓発の活動に力を入れているんですか。ワールドビジョンはやっぱりチャイルドマレッジってすごくね、女の子たちの体にも将来にも悪いっていうことで、宗教リーダーの方、この地域の宗教リーダーの方とパートナーシップを組んで、外か
から入ってきたワールドビジョンという団体にダメだよって言われるよりも、この地域のもともとリーダーでいらっしゃった方の話なら聞いていただきやすいということで、宗教リーダーの方に対してワールドビジョンが啓発活動を行って、その方を通してチャイルドマレージを止めていただいたりですとか、あとはチャイルドフォーラムっていう今12歳から18歳ぐらいの子どもたちの子どもクラブみたいなのがあるんですね。それはこの地域の次世代のリーダーを育てるっていう目的で作っているんですけれども、そのチャイルドフォーラムの中でまずは自分たちが今どういう状態っていうのを確認し合ったりですとか、お互いがですね、その中でチャイルドマレージっていうのは良くないよっていうことで、どうやったらそれを防げるかっていうことをワールドビジョンの方が伝えて、子どもたちがもし仲間でそういう被害に遭いそうな子がいたら、ワールドビジョンのスタッフに報告したりですとか、宗教リーダーに相談したりですとか、あとはもう子どもたちが自分たちでその子の家に行ってご両親と話をしたりっていう活動をしています。その考えって子どもたちだけが持っていても、やっぱり親たちが理解してくれないと防げない問題なので、子どもたちがその児童婚を防ぐための演劇をしたりですとか、歌を作ってもう人を集めて歌ったりですとか、そういったことを通して本当にコミュニティ全体に児童婚はもうやめましょうっていう考えを広めるっていう活動をしています。How did you approach her grandfather when she was risk at getting married? When I heard the news about Reshma, immediately my thought was I need to do something for this girl because I am accountable for the children in the community. From that point of view, I have decided and come to their house with grandfather, and I asked, this girl is only 15. If you give her Mary, her life will be destroyed. He said many things that my financial condition is not good. I cannot give him proper education and also food support. That time I told them, okay, I will take the responsibility. Don't worry, I will manage so that she can study by herself. And that time also I called Reshma and tried to motivate Reshma, please do something by yourself. Don't depend your grandparents because he is now old age people. He cannot do many things. So Reshma also motivated that yes, Dada, I can do. Not only once upon a time, twice, 3 times I visited in this house and talked to their family. And finally they motivated and also depend on me. They said, okay, my girl is your girl. You can take responsibility, no problem. I have believe on you. That was their final comments. 幼くして結婚させられる児童婚の問題がね、人々の意識にあるっていうことはやっぱり大きいんじゃないかなというふうに思います。特にお年寄りの方とかだと経済的な苦しさから逃れるために子どもたちを、特に娘さんを嫁がせるっていう、そういったことは多分昔から行われてきたからこそ、やっぱり意識としてそういうのが当たり前に根付いてしまっている地域もあると思うんですよね。そういう意味で本当に地道に時間をかけて草の根で啓発活動をしていくっていうことがすごく重要である。その一方でやっぱりそのね、背景にあるのが経済的な貧困、つまり経済的に貧しいと他に選択肢がなくなってしまう。この経済的な苦しさを乗り越えるための選択肢が限られているからこそ、娘さんをある意味口べらしとして嫁がせてしまうっていう、だからこそその経済的にちゃんと安定した生活を送れるようになると、その問題に直面した時にいろんな選択肢とか出てくると思うんですよね。そういう意味でワールドビジョンはただ啓発活動をするだけじゃなくて、英語で言うとライブリフッドプログラムっていうのかな、日本語で言うと生計向上支援、つまり経済的に安定した生活を送ることでそのような問題に対処をできるようにするっていう、そのための経済活動、経済支援、経済支援というか生計向上支援ですね、もう行っているみたいですので、そういった活動についてもこの後見ていこうと思います。今はですね、地元の進学校に来ました。イスラム教の進学校ですね。こういう進学校を卒業した人が、イマームと呼ばれる、イスラム教の指導者になっていくみたいなんですけれども、ワールドビジョンがですね、この地域でチャイルドメアレッジ、児童婚をなくすために自分たちで直接アプローチをするのではなく、そういったイマームの人たち、イスラム教のリーダーたちを通じて児童婚をなくしていくための啓発をしているということなんで、実際にですね、ワールドビジョンとコラボレーションしている宗教リーダーの方にですね、児童婚に対する考えがどんな風に変わったのか、児童婚についてどんな風に考えているのか、ちょっと話を聞いてみようと思います。ワールドビジョンがここに来る前、チャイルドメアレッジ、児童婚についてどんな風に考えてましたか？ワールドビジョンআসার পূর্বে বাল্য বিবাহটা প্রচলন ছিল。ワールドビジョンはここに来る前に本当にアーリーメリージは非常に数的には多かったんです。ワールドビジョン来た後、彼らの活動の影響を与えて、私たちはイスラム教の社会ですから、イスラム教のリーダーの人に話を通して、で親のところとかね持ち込んだりとか、
する。でそういう活動、私たちも含めてみんな一緒に動いたりようになった後は 80% のアーリーメイルズは抑えてはある。今いるんだけど 20% ぐらいじゃないかなと。でも将来的にはやっぱりこの 20% も減らして 0% にしたいという気分です。彼自身もチャイルドメアリージに対する考え方がワールドビジョンが来る前と後で変わりました。 আপনার ব্যক্তিগত যে চিন্তাধারা, যদি আমি এটা বলেছি, আগে আমাদের চিন্তাধারা ছিল যেমন আমরা ধর্মীয় ইয়ের কারণে মানে প্রতিবদ্ধকতার 私た কারণে ちイスラム教だからやっぱり宗教的に考えると、私たちはね、昔特に女の子の場合大人になってひどいところに当たる前結婚させた方がいいですよ、その方が良かったんですよ、その時は。でもやっぱりその時代は私たちいろいろ知らなかった。でもやっぱりワールドビジョンの研修受けたりとか話聞いたりとか経済的なところをサポート受けたりとかしてアーリーメリージは良くない。子供ですから人生のこと何も分かんない。でそして夫婦喧嘩はばっかり、離婚したりとか合わなかったりとか、こういういろんな問題関わってたんですよ。ですけどやっぱり今はやっぱりそのアーリーメリージも減らしてちょっと年になったら結婚させるとこの方がいいじゃないかなと思っています。この方が正しいだと思っています。ワールドビジョンは布教活動とかしているわけではないけれども、キリスト教に基づいて、作られている団体ですけれども、イスラム教徒としてキリスト教がベースになっている団体が入ってくることに、抵抗感とかはありませんでしたか？আসে বা আমরা তাদের ভিতরে প্রথম তাদের বাধাও দেওয়া হয়নি বা এটা প্রতিবাদও করা হয়নি। কারণটা হলো আমরা যখন確かに宗教の考えとかコンセプト違うんだけど、宗教を守るの仕方も違うんだけど、やっぱり彼らここに一番最初活動広がるために宗教的な問題はなかったよ。私たちイスラム教ですからキリスト教ここでこういう活動広がるっていうのはダメって言うんじゃなくて、やりことが見たら社会の問題なくせる活動ですから私たち応援してたんですよ。なんでかっていうと、私たちのイスラム教のモハンメッドも社会発展するためにいろんなサポートをしたりするのは彼の活動でもあったし、だからそういうコンセプトでいいことをやってるから反対することはないでしょうと。考え方が一緒ですけども宗教を守る方法が違うだけじゃないですかと思っています。こういう進学校にはどんな子どもたちがやってくるんですか？いろんなとこから集まるんだけど、特にお母さんいないとかお父さんいないとか両方ない子たちもいると思いますけども、彼らはここを泊まりながら勉強するんですよ。貧乏な家庭の子たちとかいろんなふうに困ってる子たちなんだけど、近所の人たちのドネーションとか寄付でこの学校を動いてます。みんなの食料品とか勉強費とか全部金持ちの人たちのところから来るんです。イスラム教ではね、5行の中の一つですよね。5個ここの行動の中に一つなんですけどもね、コランの暗唱したりとかそれと一緒に普通のカリキュラムを勉強するから、だいたいここから出た子たちはモスクでイマムになったりとかね、社会のイスラム教のリーダーとかそういうのになったりするんですね。今はですね、イスラムプールの中心地から車で15分ほど移動してきた川岸にですねやってきました。この地域一帯にはですねヒンドゥー教の人たちなのかなが暮らしているみたいなんですけれども、このイスラムプール一帯の中で最も脆弱な人たちが暮らしているエリアということで、この地域一帯でね一番、いわゆる貧しい生活が見れるエリアだと思うので、ちょっとね少しだけ現地の生活の様子を見ていこうと思います。こういった小屋でね現地の人たちが生活しているんですけれども、そのすぐ横がこういう感じで大きな川が流れていて、インドから流れてくる川なんですけれども、バングラデシュに非常に土地が低いので、こういった場所がね大雨が降った時にすごい洪水が起きてしまって、この地域一帯は全部水で水浸しになってしまうみたいです。特にね近年は気候変動の影響もあって、そういった洪水が起こることもねどうやら増えているみたいで、自然災害の影響をね脆弱な人たちというのは最も受けやすいみたいです。খ্রিস্টান থেকে কিছু আসে না, আমাদের তো এরকম জানে সব খ্রিস্টান।今はですねこの地域で最
最も貧しい生活を送っていた人たちのですね家庭にやってきました。2年前にですねワールドビジョンがこのご家庭の支援を始めたみたいなんですけれども、その時はウルトラプア、日本語で言うともう極度の貧困層ですかねっていう状態だった人たちを支援をして、でそこからですね、2年かけていろんな生計向上支援というものをやって、結果的にそのウルトラプア極度の貧困層を脱出したっていうご家庭に来ましたので、どういう生活の変化があったのかっていうところちょっと話を聞いてみようと思います。ワールドビジョンの支援を受ける前、ここでどのような生活を送っていましたか。私たちもともとは川の反対側だったんです。川の島のところ住んでたんです。もう3年前の話なんだけど、川で流れてしまってやっぱりこっちに来たんです。でこっちに来てお家建てて生活し始まったんだけど、辛かったんですよ。あの時は2年前ワールドビジョンが来てここに活動始まって、私の名前を書かれてワールドビジョンの活動について勉強して、でワールドビジョンから支援を受けて、その支援で牛買ったんです。でその牛は今育ってるんですが、それ以外もやっぱり子供がいるから、子供のために毛布とか傘とか学校行ける教科書とかそういうのも支援でもらったし、3年前より今はワールドビジョンのおかげで経済的なところを解決しながら頑張っております。少し良くなってるんです。ワールドビジョンの支援で牛を飼って、具体的にどうやってその牛を使ってきましたか。これからなんだけど、その牛もうそろそろ子供が出るから、ミルクも出るから、そのミルクは毎日出るから、毎日ちょっと収入できるから、そのミルクを売るんですか。売るんです。そのミルクを売って毎日収入を少し出るから、それでやっぱり家族生活も頑張りながらしていきたいと。またはこの牛を産んだ子供もまた大きくなるし、メスだったらまた子供出れば1個で始まったんだけど2、3個とか4個になったりとかする。でもしメスでなかったら大きくして、この国で犠牲祭でよく高く売れるから、犠牲祭のお祭りの時この牛を高くして、子供の牛育てて高く売って、でそれで生活うまくできるんじゃないかなというプランが考えております。今ですね、また別のワールドビジョンが支援をしている女性の家庭に来たんですけれども、今こちらに映っている緑色のね服を着た女性もですね、ワールドビジョンの支援を受けて、ここにある商品を売り歩くというモバイルショップですかね、いろんな家を渡り歩いていって、ワールドビジョンから受けた支援を使ってその商品を売り歩くっていう仕事を始めたみたいで、だいたいこの仕事をすると毎日500高ぐらい、日本円にすると600円ぐらいですね利益が出るみたいで、月にですね8000から9000高、日本円にすると1万円から1万2、3000円ぐらいかな、それぐらいのですね利益を得ることができるみたいです。ただこのワールドビジョンからこの支援を受ける前っていうのは、もうお金がとにかくなくて、お子さんが2人いてね、下の子が2歳、上の子が11歳なんですけれども、上の子を学校に通わせることができないと。彼女自身もですね今25歳で、上の子が11歳なんで、14歳ぐらいの時にね結婚したみたいなんですよね。でその後やっぱり貧困状況になってしまって、経済的に苦しくて、薬も買えないし食べ物も買えないし、子供を学校に通わせることができないしっていう。ただワールドビジョンからの支援を受けて小規模ビジネスの仕事を始めてからですね、貯金も貯まって、この後ろにいるヤギとかね、映るかな、このヤギを飼ったりして子供を作って売ってみたいな。なるほどなるほど。1個から3個できたんですよ。ああ、本当ですね。じゃあこの1頭からこっちの3頭ができたっていう感じですかね。でこれをもうちょっと育てて大きくして売って銀行に貯金して、お家作るために土地買いたいから、今この土地は自分の土地じゃないから借りてるって言ってましたね。そう、借りてます。でヤギを育てて子供を作って、それを売るっていう。はい、これ増やしてどんどん大きくして増やして、それから売るとお金になるから、そのお金またインベストして、それでまた商売うまくやりながら、で将来的にやっぱり土地の値段が高いから、どのくらい時間かかるか分かんないんだけど、土地買いたいから、自分のお家作るために。でも本当にサクセスストーリーですね。本当に大変な状況から、本当にワールドビジョンが支援をして小規模ビジネスを話聞くと、すごい貧困さからどんどんのき出してる話がとっても素晴らしいじゃないかなと思ってます。
ここまでワールドビジョンが支援を行っているイスラムプールに暮らす人々の様子や児童婚の実態について見てきました。そうした課題に向き合う中でワールドビジョンがこの地域で実施している取り組みがチョーズンと呼ばれる支援プログラムです。チョーズンとは支援を受ける子どもたち自身が支援者を選ぶというこれまでにない新しい寄付の形です。今回のバングラデシュ取材もチョーズンの意義を多くの人に知ってほしいというワールドビジョンからの依頼によって実現しました。チョーズンとはどのような仕組みで、なぜそれが新しい支援の形なのか、そしてどんな子どもたちが支援者を選ぶのか、一緒に見ていきましょう。ワールドビジョンはこれまで長年にわたってチャイルドスポンサーシップという支援プログラムを続けてこられました。私の YouTube でも過去に何度か取り上げたことがあって、視聴者の中にも実際に参加されている方もいらっしゃるみたいです。まず従来のチャイルドスポンサーシップがどのような支援の仕組みなのか簡単に教えていただけますか。チャイルドスポンサーシップはスポンサーになっていただく方には月々4500円という継続支援を続けていただくものになるんですね。こういうイスラムプールのような慢性的な貧困地域、紛争とか災害があって急に支援が必要になったところではなくて、ずっと慢性的に貧困だったところの貧困の根本解決をするためのプログラムになります。チャイルドスポンサーになっていただきますと、支援地域からチャイルドをご紹介するんですね。そのチャイルドのご紹介の仕方がこれまではスポンサー側に選ぶ権利があったんです。例えば写真を見ながらこの子のスポンサーになりたいっていうふうにリクエストいただいたりですとか、あるいはご自身のお子さんと同じ年齢とか性別とかっていう、あとは住んでいる国とかそういったことをリクエストいただいて、チャイルドをご紹介するっていうのがこれまでのチャイルドスポンサーシップの仕組みでした。これまでは寄付をする、お金を出す側の人たち、言ってしまえばこういった途上国に暮らす子どもたちを支援したい人たちがどういう子どもを支援したいかっていうことを選んでいたわけですけれども、今回のチョーズンに関してはそれが逆になるんですよね。本当にチョーズンはですね、これまでの発想とは全く逆になって、今度は子どもたちがスポンサーを選ぶというのがチョーズンになります。スポンサーの方にはご自身のお写真を送っていただいて、そのお写真を支援地域に並べてですね、チャイルドが自分のスポンサーになってほしい人を選ぶ、それがチョーズンなんですけれども、そこで出会ったチャイルドとスポンサーの方のつながりの中で、スポンサーの方にはそのチャイルドの成長を見守っていただきながらチャイルドスポンサーシップの支援を続けていただくというものになります。最初のこの始まりの部分が違うということですかね。そうですね、お写真を選ぶときに子どもがどうしてあなたを選んだのかっていう最初のお手紙をくれるんですね。そこからは普通のチャイルドスポンサーシップと同じようにお手紙のやり取りをしていただいたりですとか、定期的にその子の成長報告、こんなに成長しました、こんな風に勉強していますっていう報告を送りますので、これまでと同じようなチャイルドスポンサーシップの枠組みの中で子どもたちの成長を見守っていただくっていう形になります。なるほど。私はもともと国際協力業界にいた人間なので、このチャイルドスポンサーシップの運営ってすごい大変だろうなっていうことは想像できるんですよね。やり取りを継続したりだとか、お手紙のやり取りとか、子どもの成長記録作ったりとかで、その中でさらに逆方向の子どもが支援者を選ぶっていう取り組みってよりいろいろと運営面で大変なんじゃないかなというふうに思うんですけれども、そんな中でもこのチョーズンという子どもが支援者を選ぶっていうこの逆方向の矢印をやる意義、どうしてそれをやろうと思ったのかっていうところをお聞きしてよろしいですか。チョーズンっていうのは子どもに選択肢があるっていうものになるんですけれども、こういう、イスラムプールのような貧困地域っていうのは子どもたちが選択肢がない状態なんですよね。例えば食べ物が生まれた時からたくさんある日本の子どもたちと違って、好きなものを食べるとかっていうよりは食べるか食べないかの選択肢しかなかったりとか、何して遊ぼうっていう遊ぶ選択もなく貧困にあると働かざるを得ないとか、あるいは今日まで見てきていただいたような児童婚っていう問題だと、日本だとね、結婚相手を選ぶとかっていう風に考えますけれども、それすらもなく結婚するかどうかを選ぶこともできずに結婚させられてしまう、そういう貧困っていうのは生きる選択肢がないっていうことになるので、チョーズンっていうものを通して、またチャイルドスポンサーシップの支援を通して、私たちは子どもたちに豊かな命を生きてほしいと願っています。子どもたちは本当に自分で自分の未来を切り開く力があるはず、それを体験する第一歩にこのチョーズンっていうのがな
なってもらえるといいな。スポンサーの写真を選ぶっていうのはただそれだけなんですけれども、それを通して自分には自分のスポンサーを選ぶ力がある、自分には自分の人生を切り開く力があるっていうことを知ってほしいなっていう願いを込めて始めました。今私たちが立っているすぐ後ろの建物に子どもたちがいるということなんですけど、そこの子どもたちが前回のチョーズンプログラムに参加した子どもたちとこれからチョーズンに参加する子どもたちということでよろしいですか？はい、そうです。ちょっとじゃあその子どもたちに実際にチョーズンに参加した子にはどうだったかちょっと聞いてみたりとか、これから参加する子っていうね、もしかしたらこの動画を見ている方が支援をすることになる子どももいるかもしれないと思うので、はい、ちょっとだけね様子を見てみようと思うのでご案内よろしくお願いします。Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. 今ここに集まっている子どもたちがチョーズンに参加した子どもたちともこれから参加する子どもたちってことですか？そうなんです。はい。ほとんどがこの9月にスポンサーを選ぶイベントに参加する子どもたちになります。全部で大体何人くらいの子どもたちの支援を行うんでしょうか？今度はですね、この9月は約350人の子どもたちがスポンサーを選ぶ体験をします。なるほど。よくある里親制度とはちょっと違うんですよね。直接子どもたちにお金を渡すっていうわけではないんですよね。そうですね。チャイルドスポンサーシップは直接お金や物を渡す支援ではなくて、お金をずっと渡し続けたりっていうことがあると、スポンサーの方が辞めてしまうとまたその子たち貧困に戻ってしまいますし、貧困の根本解決にはなりにくいと私たちは考えてるんですよね。ですので皆様からお預かりした支援金をもとにこの地域が本当に自分たちで生きる力をつけるための支援をしています。本当はね、チョーズンに参加した子どもたちとこれから参加する子どもたちに、チョーズンに参加してみてどうでしたかとか、チョーズンに参加するの楽しみですかとかね、インタビューしようと思ったんですけど、思ってた以上にちっちゃい子たちが多くてね、ちょっとインタビューするのは難しいということなんで、はい、ちょっとね、現地の子どもたち、この子たちがチョーズンに参加をするっていうことがね、皆さんにちょっとでも分かるように、最後ね、みんなと外に集まってちょっと集合写真というか集合動画を撮ろうかなと思います。今ね、子供たちに外に集まってもらいました。この子たちが今年9月のチョーズンに参加をして支援者を選ぶという体験をするそうです。ですのでね、もし皆さんチョーズンに興味があればこの子たちが選びますので、このイスラムプールとつながりたい方、この子たちの未来のために何かやりたいという方、ぜひチョーズンに参加してみてください。So everyone, bye bye! バングラデシュで取材をして感じたのは、貧困や伝統的な慣習の中で多くの子どもたちが自分の人生を自分で選ぶという経験を持たないまま育っているという現実でした。特に児童婚の問題に直面しやすい女の子たちは人生の大切な選択肢すら与えられずにいます。こうした社会課題の背景には、貧困をはじめとする選択肢の少なさが深く関係しています。だからこそチョーズンに参加し自分で選ぶという経験をすることは、子どもたちにとってはたった一度の小さな選択かもしれないけれど、それが自分の人生は自分の意思で決めるという意識の小さな始まりになるのではないか、そんな風に感じました。バングラデシュのイスラムプール、そこに暮らす子どもたちの人生に関わり選択を後押ししたいと思ってくださった方へ、日本にいながらでもできることがあります。私たち一人一人は微力ではあっても無力ではありません。自分にも何かできることがあるかもしれないと感じた方は、ぜひ概要欄のリンクからチョーズンのホームページをご覧になってみてください。この動画が誰かの新しい一歩を踏み出すきっかけになれば嬉しいです。ハラカントのチャンネルでは、他のチャンネルでは知ることが難しい国際協力の実態を分かりやすくお届けしています。これからも世界各地を訪れ、そこで出会った暮らしや課題、そしてそれに立ち向かう人たちの姿を発信していきたいと思いますので、チャンネル登録がまだお済みでない方はぜひこれを機会にチャンネル登録よろしくお願いいたします。今回の動画何か一つでも新しい学びがありましたら、ぜひ最後にポチッと一押し、高評価ボタンでの応援もよろしくお願いいたします。ということで今回も最後までご視聴くださりありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。